皆さんもご存知の鎌倉の大仏様です。その大仏様には謎がいっぱいあることをご存知だったでしょうか。今や鎌倉といえば大仏様、人気スポットで観光客が絶えず、その観光客の数は年間約1000万人。その大仏様の謎に迫ってみたいと思います。大仏様の謎の一つにいつ作られたのかわからないということです。ネットなどで調べると大体が吾妻鏡には1252年、建長4年と書かれてますが、正式の月々は分かりません。では、なぜ何年というのが分かっているのかを調べると、吾妻鏡と言われる鎌倉時代に書かれた本があり、それに記載されているということが分かりました。これが吾妻鏡の下記の文面です。枠で囲んでいる部分が大仏様に関わるところになります。現在語に訳してみますと、今日は相模国深塩里の大仏堂の工事が始まり、信光が尊妃に応じて作業を進めるように指示しましたと書かれています。日にちは建長4年3月23日です。ただ、吾妻鏡については昭和16年に出版された吾妻鏡の研究で、吾妻鏡は作者もわからず、史実を正確に書かれていないことなどで、一等資料価値はないと書かれています。あと、大仏様の記録を残す文献がほとんど残っていないのもその要因になっています。このようなことから、大仏様の作られた日を決定することができない。知りたくても正確な資料が残ってないということみたいです。次に、大仏様がどのような経緯で作られたのかも謎のままです。一説によりますと、鎌倉幕府の成立以降から続いた権力闘争の死者の怨霊を鎮めるため、浄土宗寺院の一つとして建造されたのではないかと言われています。また北条泰時が源頼朝が東大寺の大仏を再建した際に、鎌倉にも同じような大仏が欲しいと望み、頼朝の妻の政子と次女らがその意を継いだのではという説も。その年代を調べてみると、疫病や天災被害も多く、幕府は農民たちの不安を解消できることを考えていたのかもしれないです。大仏様が極楽浄土の仏様の阿弥陀如来で作られたのは、苦心で亡くなった方を浄土させてくださいという思いだったのかもしれないですね。次に、大仏様が何で作られているのかという謎です。現在の大仏様は青銅でできてるのはご存知と思いますが、作られた時は金箔が施されていたといいます。あの強大な大仏様の金箔姿、それは壮大だったでしょう。それ以外に、鎌倉大仏様の像は中国河南山であることが分かってます。平清盛が中国と貿易していたことは有名です。当時は中国から銅も大量に輸入してました。もしかしてその銅を使って大仏様が作られたのかもしれない。この銅の経緯がわからないのが謎の原因みたいですね。余談として、1959年に頭部を支える首周りを補強するために強化プラスチックを使用。この強化プラスチックの使用は日本の文化財としては当時初めてだったそうです。最後に、鎌倉大仏様は2度も崩壊していたというのは本当なのか。鎌倉大仏様の近くには本殿はなく柱の土台だけが残っており、本来は大仏様が入る大仏殿がありましたが、津波で流されたという通説になってます。大仏様の海抜は 11.8 メートルで、由比ヶ浜から大仏様まで直線距離で900メートルほどです。あの関東大震災でも津波が来ることはありませんでした。しかし、1495年の明陽東海地震では、津波が斜面を駆け上り、海抜36メートルを超える地点まで達していた可能性があることが判明してます。建武2年、1335年、強風で大仏殿が倒壊。応安2年、1369年にも大仏殿が倒壊している。明応4年、1495年には津波の被害を受けた。調べる限りでは、大仏様が2度にわたって崩壊したのではなく、大仏殿が2度にわたり崩壊していたことみたいです。津波の崩壊なら、なぜ大仏殿が崩壊したのに大仏様が無事だったのか。その後、なぜ崩壊後に大仏殿を作ることをしなかったのか。これが最後の謎というわけですね。今回は
大仏様の謎に迫ってみました。これからも大仏様の研究は進み、真実が究明されるかもしれないです。もし究明されなくても、これまでの出来事があり、今の大仏様があることを思うと、個々が想像して個々の物語ができるのも良いかもしれませんね。最後までありがとうございました。この動画が良かったなら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。